AI が作った異世界転生もの第14話。魔獣と獣魔契約。さあ、面白いところへ連れて行ってあげるわ。マリアンが楽しげな笑みを浮かべながら、俺の手を引いた。どこへ行くんですか？普通の人間が行ける場所じゃないわよ。そう言いながら、マリアンは研究施設の奥へと進んでいく。俺はわずかな緊張を覚えながらも、彼女についていくことにした。たどり着いたのは、巨大な檻がいくつも並ぶ施設だった。獣の咆哮や羽ばたく音が響き、空気には独特の獣臭が漂っている。ここは魔獣研究所よ。魔獣とは何か、魔物とは何か知っておいて損はないでしょ。マリアンがそう言いながら檻の中の生き物たちを指さす。獅子のような体に翼を持つもの、蛇のような姿で青白い炎をまとったもの。どれも普通の動物とは明らかに違う異質な生き物たちだった。魔獣とはね、魔力を持つ動物のことよ。自然界に存在するものもいれば、人の手によって作られたものもある。だけど、基本的には理性を持たない本能のままに生きる存在。じゃあ、魔物は言うなれば、より人間に敵対的な存在ね。魔力の影響で異常に進化したもの、あるいは純粋な敵意を持って生まれた存在。魔獣とは違い、人間に対して積極的に害をなすものが多いわ。なるほど、魔獣と魔物は似ているようで違うものなのか。俺が考え込んでいると、マリアンはさらに奥へと進んでいく。でもね、一部の魔獣は人と心を通わせ、獣魔として共に生きることができるのよ。獣魔つまり使い魔のことか。マリアンが足を止めたのは研究所の一角にある小さな檻の前だった。中には黒いネズミのような生物がいた。全身を漆黒の毛で覆われたネズミ。こいつはね、シルベリスっていう種よ。ネズミを元に作り出された魔獣よ。知性が高く、適性のある人間と獣魔契約を結ぶことができる。俺に。そうよ。あなた、炎属性だけど、こいつは適応力が高いから問題ないわ。俺は檻の中のシルベリスと目を合わせた。きょとんとした瞳。人懐っこそうだが、どこかこちらの様子を伺っているような賢さも感じる。獣魔契約って具体的にはどうするんですか？簡単よ。魔力を通じて心をつなぐの。まだ君との契約が浅いうちはただのペットみたいなもの。でも時間が経って心のパイプが太くなれば、魔力を通じて目や耳を共有できるようになるわ。目や耳を共有。それはつまり遠くの状況を把握したり偵察に使ったりできるということか。やってみる。俺は決意し檻の前に立った。マリアンが軽く笑いながら言った。いい返事ね。でもこれバカ高いわよ。え？まあ君のお父さんに請求しておくから安心して。俺は思わず顔をしかめた。絶対後で父さんに何か言われるな。しかしそれでも黒いシルベリスとの契約を結ぶことに俺は少しの迷いもなかった。これが俺の新たな力となることを直感していたから。契約を終えた直後、シルベリスは俺の肩へと飛び乗った。おやおや、もう懐かれたみたいね。相性は良さそうだわ。マリアンがクスッと笑う。俺は肩に乗る黒い小さな影を見つめながら新たな戦力の可能性を感じていた。これからこのシルベリスと共にどんな道を歩むことになるのだろうか。チャンネル登録、高評価お願いします。